ボザギ作家のイ・ギョンオクと申します。韓国のボザギっていう手芸をやっているんですけれども、小さい布切れでも捨てずにでそれを再利用するっていう気持ちから始まったのがボザギなんですね。壁にかければ隙間風を防いでくれたりで、日差しが強ければ日よけになってくれたり、たくさんの使い方があるというか、そういうふうなパッチワークの文化がボザギです。今ボザギを教えたりですね、ボザギの作品を作って発表する作家として活動しています。私自身89年に大学に入学したんですけれども、その前の年の88年にソウルオリンピックってあったんです。で、外国語が喋れて案内のボランティアをする方々がとっても羨ましくて、日本文学科に入学をしたんです。ちょうど大学3年生になった時に文部省の交換留学生制度でありがたくも奨学金をいただきながら1年間鳥取大学に留学することができました。でその中で主人との出会いもあったりですね、いざ結婚をして2001年の春に大阪に参りましたけれども、そこからがちょっとあんまりハッピーじゃなくてお仕事は何かしたいんですけど、自分で何がしたいのかが分からなかったんです。で、何かもしたいけど家でずっと考えてるうちにだんだん落ち込んでしまって、もう韓国帰ろうかなとかで、この気持ちをどうやって慰めようって思った時にボザギっていうのがふっと思い浮かんだんですね。でそれでボザギを作ってみたんですね。でそうすったらなんかとても気持ちのいろんなモヤモヤがパッと消えて、もう毎日毎日針を運ぶ時間がすごい楽しくて、出来上がった作品を夫に見せたら、これは絶対日本の女性は好きだと。じゃあ発信するにはホームページが必要だと。それでホームページが作れるソフトを買ってきてくれたんです。でそれでそのホームページがきっかけになって、いろんなところから教えてほしいとか、あと2005年2008年には日本の出版社で本を出しませんかっていう打診もいただいて、私は本当にボザギって言葉すらも誰も分かってくださらないと思ったんですけど、実は割と知ってる方が多くて、その縫い方はどこでも紹介してくださらないので分からなかったと。じゃあそうしたら集まるところを作りましょうということで、公民館を借りてそこで教えますっていうふうにして 4,5 人ぐらい集まって、そこでだいぶ輪が思い切り広がったような気がしますね。で2年に1回大きな展示会を開くんですね。でそこでまたそういう展示会とかイベントをきっかけにボザギをした方がまた集まってくださったりするので、今はすごい輪が広がっています。中には生徒さんが先生ボザギすごい楽しいです、でも細かくて目も疲れるけどとっても癒しになってますっていうふうにおっしゃるんです。でそういうふうに言ってくださる方がいらっしゃると、同じことを感じてくださってて、この仕事やってよかったなってすごく思う瞬間にはなってますね。今現代を生きる上で不安とか不満とかいろんなものを溜めていらっしゃると思うので、ゆっくり針を運んでいくと呼吸もゆっくりなるような気がするんです。それが多分癒しにつながってるんじゃないかなっていう気がしますね。でおそらく昔の女性の方々も多分すごい身分社会だし、その中で自分が思い通りに布をつないで自分の中の何かの美意識とかですね、そういうものが現れたものがボザギではないかと思うんです。手を動かしているといろんな綺麗な布の模様が目の前に現れるんですよね。そうするとものすごい達成感もあるし、あと気持ちもふっと明るくなるような、でそういうとても癒される感覚がありましたね。
昔の人にも癒しになってたんじゃないでしょうか。